この世界はずっと変わらない。生に理屈などありません。自分の意志で生まれてきた人はいないのだから。死も同じ。誰も死の気配に逆らえはしない。時も同じ。奪われた時間は1秒たりとも取り戻すことはできない。空も例外ではありません。空とは空の姿勢は金の双子の行く手を阻み、残酷にも2人を離した。鍋、いや、こんなことをするのはレインドットだな。人の空間で変なものを作らないでくれないか。予想通りだ。皆空の失勢の気配に染まって不安定になる。発展の見込みがないから観測はここでおしまい。あなたにとって私の力は好奇心を満たすためのおもちゃでしかないのね。取り込まれた身ではあるけど、今も耳元で文句を言うぐらいはできるのよ。レインドット、私は君を尊重してるよ。君の愚痴は私の心を動かす数少ない一因だ。イスタロト、なぜあの者たちに歴史を与えた？アスモダイはここにいないみたいだし、無意味な時間を潰す方法を考えただけ。今度からそういうことはもっと早く言って。でもアスモダイは一体どこに？まあいいか、この空間の死を宣告するよ。4人揃わないと定例会議を開けないなんて決まりはないでしょ。やはりアスモダイを探すべきだと思う。天理の影として生み出されて以来、会議に顔を出さないなんて前代未聞だ。もし裏切っただけなら見つけ出してもしょうがないんじゃない？斬新な推測だ。飲まれたじゃないのか？裏切っただけ。軽はずみな発言は慎んでほしい。私たちは影、つまり天理の投影。裏切るなんて論外だ。例外は自身よりも新たな主を愛した時。ロノバ、誰かに見られている気がしない。ここで感じられる視線となると、覚えている。不死の呪いを与えようとした時の
私も奴とは旧知の仲だ。スネージナヤの助行に仕えて少しは執念を手放せただろう。氷の魔人か。あれしきの力で天理を直視しようなどと。天理は未だ目覚めない。このチャンスは逃したくないと思うだろうな。レインドット、そういう考えは私が許さない。知ってるでしょ。あくまで仮説だよ、ナベリウス。命令こそ受けていないけど、そろそろ介入しないと。無論ルールの範囲内で。神の眼差しはある種の恩寵とされてきた。神の目はその最たる例だろう。人は神の目線を渇望するが、その逆は神は直視されると怒り、人に罰を下すという話もある。それがどうした。命が消え国が滅ぶまでのこと。どうでもよい。とうの昔に経験したことだ。神を直視することの代償は分かった。ならば神を殺した代償は、神は沈黙した。そのことについては考えたことがなかったらしい。天を恐れてうつむく者に上皇陛下は告げた。それが神の限界だと。視察は終わりだ。各自持ち場に戻れ。蒼月のこの動きに気をつけて。創世の聖直に従い、何としても7くらいで少女を連れ戻します。